こんにちは。神楽坂にある中国菜一輪のオーナーシェフ半沢智也です。今日は八幡平サーモン、八幡平マッシュルーム、ハッピーマイタケを使用した一品をご紹介いたします。では作っていきたいと思います。まずこちらですね。こちらが八幡平サーモン、すでに3枚におろして骨も抜いてある状態です。油が非常に美味しいなと感じたので、それを生かして料理に使いたいなと思って、こういう感じで切り身に、あと皮が縮んで丸くなってしまうので2箇所ぐらい切れ目を入れてます。あとはですね、塩レモン自家製のものです。こちらでだいたい1年以上、熟成させたものです。でこれは国産のレモンですね。だいたい12月1月ぐらいに出てくるもの、皮ごと食べれるものを表面を洗って、濃い塩水、だいたいもう 40% ぐらい、もう塩が残るぐらいのもので1年間ずっとつけてます。こちらを刻んだもの、こちらを加えます。ここに紹興酒を少し、醤油も少しですね。黒胡椒で一度混ぜてます。今回作っていただくお料理は、はい、実際にそのレストランフェアの期間中もご提供いただいてたお料理なんですよね。こちらの方ですね、だいたい半月間のフェア期間中で、30食ほど提供させていただきまして、お客さんの方からも大変好評いただきました。水溶きの片栗粉を少々です。これをすることによってサーモンの表面に薄い膜が張って、蒸した時に旨味が外に逃げ出さないようにしてあります。次に土鍋を用意いたしまして、ごま油を薄く塗ります。あとはですね、こちらジャスミンライスですね。米とお水同量で蒸してあります。で少し固めに蒸してあって、あともう一度最後に蒸すので、もう少し水分が含まれるから柔らかくなります。ここからでこちらのサーモンをのせます。でこちらを12分蒸します。マッシュルームは少しこの黒くなっている部分はカットしてます。今回のマッシュルームも八幡平のマッシュルーム使っていただいてますけども、はい、使ってみていかがでしたか？あれですね、火を通すとすごくジューシーで味わいがすごく凝縮されている感じがしました。香りもいいのでおすすめです。こちら舞茸ですね。舞茸は株のまま少し大きめに取り、こちらに軽く紹興酒を振って、これは別でラップをして蒸します。舞茸の方もすごく香りが良くて旨味もすごく強いので、こちらもおすすめの食材だと思います。今までいろんな食材使ってきたと思うんですけども、はい、実際にそのご使用になる時ってどういうところをこう見られてて、はい、食材って選ばれたりとかするんですか？食材それぞれに特徴があるので、そちらをなるべく活かせるようなもの、食材選ぶ時はそのものが持ってる素材の良さっていうのを感じながら使うようにしてます。レベル的にもすごく高いと感じました。ここから12分蒸します。ちなみにこれは残りの3分で蒸すので9分後に蒸します。マッシュルームの方は生食が可能なので、これはなるべく火をあまり入れずに、余熱で火を入れて旨味を他に逃がさないようにして使いたいと思います。ちなみにはい、マッシュルームとかって、はい、今回以外のお料理でも、はい、生で使うような使い方とかされたりとかしてます？生で使うのはちょっと今回初めてで、キノコの中で唯一生食できるということで、ブラウンの方は若干火を通した方が癖と味わいみたいのが和らぐというか楽しめる形になると思うので、こちらは今回そういう形で使いさせてもらいました。9分経ったので、まだこちらも閉めます。マッシュルームは生で食べれるのでスライサーで。はい、ではタイマーになりましたので取り出していきたいと思います。
け熱いので。香りがすごいですね。そうですね。やっぱこう蒸してあげることによってもう香りもこう閉じ込められる感じですね。で、ネギの千切り、生姜の千切り、仕上げにごまを。これで、八幡平サーモン、八幡平マッシュルーム、ハッピーマイタケを使った蒸しご飯の完成です。混ぜるとやっぱり彩りがすごい綺麗になりますね。そうですね。特にサーモンのピンクはすごく綺麗に入ると思いますね。はい。レモンの味がすごいしますけど、はい、酸っぱいというよりはすごいいいアクセントになってますね。そうですね。やっぱり塩漬けにして1年以上経ってるので、レモンの酸味と塩味がバランスよく作られてる感じになってます。鮭の皮もすごい苦さとかもなくて食べやすいですね。はい。鮭の皮と身の間の脂、その部分を味わっていただきたいなっていう一品なんで、そこに気づいてもらえると嬉しいです。今回どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。他のお料理でも使っていたと思うんですけども、お客様の反応っていかがでしょうか。お客様もこういうスタイルで、今回蒸しご飯というもので出させてもらったんですけど、こういうスタイルで食べるのは初めてっていうお客様がやっぱり多かったので、すごい楽しんでもらいました。いや、普段半田さんのお料理食べに来るお客様にもあったというか、ご提供できるような食材だったってわけですね。そうですね。自分自身もそうですし、お客様の方も目新しさみたいのがすごく楽しめたので良かったと思います。